皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本に不法に滞在している人の話をしていこうと思います。この話題が今なぜニュースになっているかといえば、今、新型コロナウイルスに対するワクチン接種を日本では非常に推進している状態です。ですから、人口1億人を超えるような非常に人口の大きめの国において、接種率が非常に高い状態を日本は獲得しようとしています。しかし、主義主張としてワクチン接種を受けないよという人とはまた別の問題として、現在進められている行政サービスとしてのワクチン接種では、どうしても身分を確認されると困る人たちがいます。それが不法残留の人たちです。厚生労働省ではこうしたワクチン接種を受けていない不法滞在の人たちにもワクチン接種をしてもらおうとしてある一つの案を出しています。しかし私にはその解決方法というのはちょっと問題ありじゃないかなと思うので皆さんにお伝えしようと思います。それでは不法滞在の人たちにワクチン接種をしてもらうために厚労省が一体どのようなことをしているのかニュースを見ていきましょう。不法残留者にも接種、国が通報免除、会場周辺で取り締まりを行わず、厚生労働省が新型コロナウイルスの感染防止対策として外国人にワクチン接種などを進める際、不法残留などの事実が判明しても入管当局に通報しなくて良いとする見解をまとめ、都道府県などに通知していたことが分かった。接種しやすい環境を整え、地域社会に感染が広がるリスクを抑えるのが目的。見解を受け、茨城県大洗町は在留期限の切れた不法残留者への接種を始めた。入管難民法では公務員に対し国外退去の対象となる外国人の存在を入国審査官や入国警備官に通報する義務を課している。このため不法残留者が通報を恐れて疫学調査や接種に協力しない可能性があった。これについて厚労省は6月28日、事務連絡の形で地方自治体に通知。それによると、強制退去の対象となる外国人にもコロナ対策を適切に実施することが必要とした。その上で、公務員が通報義務を果たすと、接種などに支障が生じる場合、入管当局に通報しないことも可能と明記した。ただ、通報しなくても出頭を進めることが望ましいと追記した。大洗町は10月17日、在留期限の切れた外国人への接種を開始した。町内の外国人コミュニティに呼びかけた結果、2日時点で227人から申請があり、キャンセルを除く225人が1回目の接種を終えた。町では外国籍住民が人口の約 5% を占め、4から5月には外国人家族を中心に感染が拡大した。町はここで接種を進めないと同じような感染拡大が起きうるとして接種を決めた。出入国在留管理庁や茨城県警は厚労省や町の対応について読売新聞の取材に対しコメントしないとしている。県警は取り締まりを緩めるつもりはないと強調しつつ、会場周辺で接種者を狙った取り締まりを行う可能性は否定している。国士舘大学の外国人政策を専門とする鈴木教授の話、正規の滞在資格を持たない外国人の多くは密集した環境で生活したり就労したりしており、感染リスクが高い。安心してワクチンを接種できれば彼らの生命が守られ、日本社会の感染拡大を抑制できる。ワクチン接種と取り締まりは切り離して考えるべきだ。不法残留の人は見過ごされていることが多いようです。約29年にわたり不法残留、フィリピン人の女逮捕、手続き途中でめんどくさくなった。約29年にわたって不法に日本に滞在していた疑いで浜松市に住むフィリピン人の女が現行犯逮捕されました。出入国管理法違反の容疑で逮捕されたのは浜松市中区に住むフィリピン国籍の無職の女で、在留期間が1992年6月までだったにもかかわらず今年10月末まで不法に残留していた疑いです。警察によりますと、女は浜松市内で日本人の内縁の夫と暮らしていました。夫がコインランドリーで他の客の胸ぐらをつかむなどトラブルを起こし、警察を呼んだところ一緒にいた女の不法残留が判明した。女は手続きをしようとしたが書類上の不備があり途中でめんどくさくなったと話しているということです。まず第一に言っておかなければならないことは、ちゃんと正規の手続きを行って日本に滞在している人たちには何の問題もありません。それらの人々に対しての不当な扱いといったものをむしろ是正していかなければならないのが今の日本の政治だと言えます。例えば技能実習生というのは制度としてはあるわけですが、その制度を悪用するような日本人経営者らもたくさんいます。それらの問題に目をつぶった状態でこの制度を続けるべきではないでしょう。しかし今回の動画というのは別にそのことが主題ではありません。今回の問題となっているのは不法滞在している人たちがいるということを分かっていながら、それらの人
人々を十分に把握することもできずに仕方ないから通報義務を一旦横に置いてワクチン接種を進めましょうというそうした行政の進め方です。入管と警察がもっともっと連携を深めて取り締まりをちゃんと行っていけば、例えば2つ目の記事でもあるように何十年と不法滞在の状態でずっといるなんていうことを許すべきではありません。厚生労働省としてはこうして不法滞在している人たちというのはどうしても集団生活などをしていることも多く、それによって集団感染へとつながりやすい。だからこれらの人たちを何としてもワクチン接種をしてもらいたいという気持ち、それ自体はわかるのですが、人道上の配慮として考えればこれらの人々に対して検挙を行ったその上でみんなにワクチンを受けてもらった上で強制送還するといったそういった措置の方が私は日本のためにとっては非常に良いと思います。こういった不法滞在の人たちがいる状態というのは、それに伴って数多くの違法行為といったものも同時に発生してしまいがちなものです。例えばこれら不法滞在の人たちを労働者として雇っている会社は果たして健全な税務申告などをしているのでしょうか。私にはそのようには思いません。ですからそのようなところで回ってきたお金というものがそれこそ裏社会へと資金源として提供されるのであれば、やはりそのような側面からも積極的な検挙を行うべきだと考えます。皆さんは厚生労働省の今回のような不法滞在の人を見つけても通報する義務について一旦取りやめよう、そういった措置についてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは本編はここまで。ここからは少し余談になります。ここからは余談となります。今回の余談は新しい党名についてです。私は既存の政党の中からこの党に所属して選挙に出馬しようと思えるような党がないという話をしました。ですから選挙に出るんであれば参議院選挙の比例区で政党を作った形で全国の皆さんからの投票を集めようという考え方をしています。今ある政党の中でおいても政治家としてこの人は支持できるよという人はもちろんいます。例えば前回の自民党総裁選において私は高市早苗さんを一押しですよという話をしていましたが、政治的な考え方としては非常に近い方です。しかし自民党がじゃあ私の政策と一緒もしくは賛同できる状態かといえばそういったわけではありません。自民党は非常に左から右から保守的から革新的な人たちまでたくさんいる政党ですが、その中において一つ問題なのは何といっても親中親韓と呼ばれるような対外的には非常に日本ではなくあちらの国を優遇しているのではないかと考えられる政治勢力というものもその内側にあります。そのような状況の中で私が自民党の中に入っていこうという考え方にはなかなかならないのです。じゃあ野党の中で似たような考えのあるところから出ればいいんじゃないかといった話にもなるでしょうが、しかしそこにもやはりこの部分についての政策については賛同できるんだけれど、ちょっとこの考え方にはついていけないなと思うものがあったりして、なかなかうまい具合にこの党だといった形にはならないものなのです。そういったわけで政党を名乗ってその上で参議院の比例区に出馬するということを基本戦略とするのが私の今の考え方です。皆さんから投稿を受けた政党名の名前を見ているとなかなか難しいなと思うものです。どうしても新しい党名といったものにしっくりくるか来ないかといった点で言えばこれだと思うようなものは今のところはありません。ただ政党名として名前が長すぎるものやもしくは漢字が難しすぎるものといったものはなるべく避けなければならないなと思いました。いろんな意味を込めるということは非常に大事なわけですが、それに伴って漢字の難しさが上がってくればそれだけで書くのが嫌だなと思う人たちが出てくるのは残念ながら避けられないものです。そのため小学校でも習うような漢字をいかにして組み合わせていくか、もしくはひらがなを使っていくかといったものがどうしても必要となるでしょう。そういったことを考えていくといっそのことを改善と何かを良くしていきますよということを分かりやすく表現した言葉にするか、それとも最も票にならないと言われている安全保障の考え方から国防党といったようなジャンルそのものを政党名にするといったそういったことも良いのかもしれません。何にしても私自身はっきりとまだまだこの政党名で活動していこうと思えるものは決まっているわけではありません。なので皆さんも良いアイデアが浮かんだらぜひとも今後とも私にアイデアをくれると嬉しいです。それでは今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとぜひともメンバーへの加入もご検討ください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。